皆さん、こんにちは。じゅんです。日本でこれって何？どうして？と思うことありませんか？今日はどうしてお店の前にタヌキがいるの？甘酒って子供も飲めるの？などについてお話ししたいと思います。それでは始めましょう。タヌキの置物は見たことがありますか？これは商売繁盛。お店にたくさんお客さんが来ますようにと願って、店先、店の入り口に飾られることがあります。どうして？この動物はタヌキと言いますね。タヌキ、タを抜くという意味で、他の店よりも人気がある。他の店を抜いて自分のお店がうまくいくことを願っています。このような理由で、このタヌキの置物は縁起がいいと言われています。縁起がいいって何？縁起がいいっていうのはね、何かいいことが起こりそうなこと、そのようになる様子を見たという時に使います。縁起がいいものを縁起物と言います。ここで日本で縁起物と言われているものをいくつか紹介します。まずは1月1日の夜から2日の朝にかけて見る夢を初夢と言いますが、この日の夢に富士山、鷹、ナスが出てくると縁起がいいと言われています。縁起がいい順番に並んでいます。一番縁起がいいのは富士山。2番目は鷹。3番目はナス。一富士二鷹三ナスビと言います。あとは鶴や亀も長く生きる動物なので縁起がいいと言われています。日常生活では温かい緑茶を急須で入れたときにコップの中にお茶の葉っぱや茎が柱のように立っていることも縁起がいいと言われています。これを茶柱と言います。二つ目、小竹梅。これも縁起物です。小竹梅、松、竹、梅。どうしてこれが縁起物なの？これはね、松、竹、梅。これらの植物は寒い冬でも緑色をしていて、さらに梅は雪の中でも花を咲かせるので、長生き、強さなどを表していて、縁起がいいと言われています。また、小竹梅はレストランのメニューで一番いいものから小竹梅とランクを表す意味もあります。これは昔お寿司屋さんで特上、上、並とランク分けされていたのですが、一番安い並はお客さんが注文しづらい、頼みづらいので、特上が松、上が竹、並が梅と書き換えたのが始まりだと言われています。人間は3つのランクがあったとき、無意識に真ん中を選ぶという傾向があるそうで、マーケティングの世界ではゴルディロックス効果と言いますが、日本では小竹梅の法則とも呼ばれています。3つ目、甘酒って
お酒なの？漢字を見ると甘い酒、アルコールが入っているの？と思いませんか？甘酒は日本の伝統的な飲み物です。一般的には子供から大人まで楽しめる飲み物です。つまりお酒ではありません。何で作られているの？甘酒には2種類あって、米麹で作られた甘酒と酒粕で作られた甘酒。米麹甘酒にはアルコールが全く入っていません。酒粕の甘酒にはアルコールはほんの少し 1% 未満入っていますが、日本の法律では 1% 未満はお酒に分類されないので、お酒とは言わないんですね。甘酒には体を温めたり、消化を助けたりする効果があり、健康にいいとされています。栄養が高いので、飲む点滴とも呼ばれます。そんな風に言われたら飲みたくなるけど、私は苦手。日本のスーパーで買うときは、豆腐やこんにゃくが売っている売り場の近くにあるので探してみてね。4つ目、お店の入り口や玄関の両脇に塩が置いてあるのを見たことがありますか？これは盛り塩って言いますが、これって何のため？この塩は悪いエネルギーを追い払うため、いなくなれというもので、お店や家、部屋の空気をきれいにするためです。玄関の他に台所やトイレなど他の場所に置くこともあります。この盛り塩をするときに気をつけなければいけないことが3つあります。1つ、盛り塩を置く前に置きたい場所をきれいに掃除すること。2つ、盛り塩はずっと置きっぱなしにしないで定期的に取り替えること。3つ、使い終わった塩は料理で使わないこと。最後、5つ目。日本人は割れた食器を捨てないの？金継ぎって聞いたことがありますか？現代のように物がなかった時代、壊れたものは直して使うことが当たり前でした。壊れた食器をどう直すと思いますか？漆という木を傷つけると、そこから樹液が出ます。その樹液を使って割れた部分を合わせます。そして最後に金粉、金の粉をつけるので金継ぎと呼ばれています。割れたり欠けたりした形を隠さずに直します。割れた線や欠けた形は世界にたった一つしかありません。同じものを作ることもできません。昔の人はこれを美しさとしました。金継ぎで直した部分は景色と呼ばれます。割れた器、食器に新しい景色を作ることで、割れる前にはなかった価値を持たせて、お気に入りの器を楽しみ続ける。ここ数年、この金継ぎが流行っていて、金継ぎ体験や自宅でできる金継ぎセットなどが売られています。いかがでしたか？今日は日本のこれって何？
と思うこと5つについてお話ししました。皆さんは日本でこれって何？と思うことありますか？コメント欄で教えてね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。